のんびりとした時の流れ、人懐っこくて親切。仕方ないねが口癖で、過酷な環境の荒波に振り回されながらも、したたかに生きるネパール人。しかし、そんなおっとりネパール人の学生たちの目の色が変わる一大事が SEE。今回はネパールの学校事情について詳しく深掘っていきたいと思います。Namaste everybody, Guy Science here。皆さんはネパールへ旅行に行ったことはありますか？もし行った方だったらピンとくると思うんですけども、おそらく年齢にして3歳ぐらいから10代ぐらいまで、この年齢の幅があったとしても、同じ制服、ブルーのワイシャツに長いズボン、または長いスカート、同じ制服を着て歩いているのが目に留まったことがあると思います。小さな子たちが制服をビシッと決めて歩いている様子は、なんとも可愛らしく、思わず写真を撮りたくなってしまうほどです。そんな可愛らしい様子とは裏腹に、ネパールの学生たちが直面している多くの試練があることも事実なんです。ということで今回はネパールの学生たちの一大事 SEE と学校事情についてお話ししていきたいと思います。このチャンネルではネパールに関わる様々な情報を発信していきます。ぜひ今のうちにチャンネル登録またコメントの方で応援してくれると嬉しいです。では早速内容に入っていきましょう。まずネパールの教育制度を簡単に概観してみましょう。ネパールの教育制度は就学前教育、その後に1年生から8年生の基礎教育、9年生と10年生、11年生と12年生の2段階に分かれた中等教育、そして大学学士コース以上の高等教育という風になっています。就学前教育から約10学年ぐらいまでは大体同じ学校で学び続けることができます。なので日本のように幼稚園、小学校変わってまた中学校変わって高校変わって制服がどんどん変わっていくみたいなことはありません。ただもちろんネパールも場所によって全然違うので、田舎とかの方だとそれこそ8学年までしかないよって、それ以上の部分はすいません都会の方に出て行ってくださいっていう学校もあるので、こういった特別な事情がない限りは就学前から10学年ですね、ここまで連結した教育を同じ学校で受けることができるんです。といっても SEE 何それって思った方もですね、もうちょっとお待ちください。しっかりとご説明いたします。この SEE を受けるにあたっては公立学校の方が有利らしいんですね。なので私立学校よりも公立学校の方がいいと言われているんですよ。受けるっていう言葉を聞いてどういう意味か分かりましたかね。でも親御さんたちにとっては私立学校の方が子どもたち一人一人をしっかり学校の先生方が見てくれるからこそ、公立学校ではなく小さいうちは私立学校に通わせたいっていう方々も多いみたいです。さらにネパールでももちろん子どもと学校の先生が合わない時もあります。そういった時は結構気軽にですね、途中で転校して近くの隣の学校に行くっていうこともざらにあります。さて皆さんお待たせいたしました。謎の言葉 SEE というのが出てきましたね。ネパールの子供たちが恐れるこの SEE なんですけども、何なんでしょうか。だんだんと興味が湧いてきたところなんですけども、ごめんなさい。もう少しネパールの子供たちの勉強事情についてお話しさせてください。実はネパールの勉強環境といっても一口に言い切ることができないのも事実です。そう、それだけ複雑な状況、要因が絡み合っているということです。例えば山岳地帯や田舎の地域では学校まで何時間も歩かないといけなかったり、農家では子供も貴重な労働力なので農作業が忙しい時期には子供も農作業を手伝うために学校を休まなければならなかったりします。貧しい家庭では子供を住み込みで働かせ、その代わりに働き口から学校に通わせてもらうなんてこともあります。ある報告によると5歳から17歳までのネパールの子供たちで実に7人に1人が児童労働をしなければならない状況が広がっているそうです。法律では結婚ができる年齢は20歳とされていますが、14歳から15歳で結婚する子も少なく、結婚、妊娠、出産などで学校を中退してしまうのもよくある話です。就学年齢も家庭によって様々です。3歳前から学校に通わせる家庭もあれば、
6歳を過ぎてもまだ子供を学校に行かせていない家もあります。さらに試験に受からないと次の学年に進めないよっていうシステムなので、同じ学年に年齢がバラバラな子たちがたくさんいるんですね。私が実際にネパール・ビラトナガルという町で英語を教えていた時も、一つの学年に年齢差で言うとおそらく3歳から4歳くらい離れた子たちがザラにいました。もう見た目で全然違うんですよね。身長で言うと145センチぐらいの子供からですね、僕の身長を上回る172センチぐらいの子供が一緒のクラスで勉強しているっていうことが普通にありましたね。話を戻しまして、ネパールでは学年を上がるには試験が大事と今お話をしました。特に8年生と10年生の試験はめちゃめちゃ重要で、8年生は郡ごとの、10年生は州ごとの統一試験が行われます。ここでいう10年生の試験結果が日本でいう高校入試みたいなもので、その後11年生、12年生で自分の学びたい専門分野を選んでいくんですけども、この試験が非常に大事になってきます。そしてさらには11年生、12年生の試験に受からないと大学に入学する、大学に申し込む資格を得ることができないんですね。この辺で皆さんも感づいてきたのではないでしょうか。この10年生で受ける試験、このことを SEE と言うんです。この SEE なんですけども、前は SLC と呼ばれていました。今僕が2023年で27歳なんですね。で、僕のネパール人彼女がおそらく3個下で24歳なんですよ。で、彼女の時は SLC を受けていたと言っていました。彼女めちゃめちゃ頭良くてですね、首都でいうカトマンズ、あそこのトップ10に入るぐらい頭がいいっていうことで、もう僕はこんなことと付き合ってていいのかと。いつ捨てられてもおかしくない地方国立出身者でございます。はい。では SEE の正体が分かったところで、ネパールの学生たちにこの SE なぜそんなに大事なんでしょうか。以前 SLC と呼ばれていた時代は、この試験がいわゆる高校卒業認定試験のような扱いでした。SLC に合格することで高校卒業とみなされたのです。つまりこの10年生の試験に合格できないと、今まで幼稚園、小学校、中学校、高校と勉強してきたものがですね、この努力全てがパーになります。僕ら日本人で考えると、高校なんて普通に卒業だけしちゃえば卒業資格っていうのがもらえるじゃないですか。でもこの卒業資格がもらえないんですよ。なので日本に置き換えると、全員がセンター試験を受ける、全員が共通テストを受けるみたいなノリです。そして合格ラインが決まっている。もう私は推薦で受かってるから、この教科は別に勉強しなくていいや、はいはいはいって人に丸つけて、はい、2点でしたみたいなね。すると、アウト、ネパールではアウトですね。そう。で、先ほど言った通り、この合格試験の先に、いわゆるカレッジ2年間の高校と本物の大学の間の期間みたいなのがあるんですよ。ここで自分の専門分野を選ぶんですけども、合格点が高くないと選べない教科、科目っていうのがあるんですね。そう。なので、なるべく生徒もそうなんですけども、保護者一丸となって、このテスト、この SEE また SLC を乗り越えるためにめちゃめちゃ勉強しなさいってやっていくわけですね。これ結構日本でもあるんですけども、有名な私立学校とか進学塾とかではですね、この子何点取りました、この子何点でした、この子ダメでしたみたいなやつをですね、顔写真付きでもう外に貼るんですよ。バーっと。なので街中歩いてると、こう、なんか大きなポスターにいろんな人の顔がこう載っている。そして何点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 みたいな。こういうの出しちゃうのみたいなね。それくらい、一大イベントだし、それだけブランディング、自分たちのマーケティングですよね。この学校頭がいいよとか、この塾はすごい効果があるよっていうのを押し出すことのできるマーケティングの材料にもなるんですね。で、こちらの試験なんですけども、2000年頃までの統計では、合格率が 30% から 50% とかなり厳しい試験だったみたいです。こういったね、30% から 50% しか受からない。それ以外の 50% は落ちる。こんなね、厳しい制度のせいでいろんな弊害もあったみたいで、当時 SLC と呼ばれていたものが SEE と名前を変えて新しいテストとしてやってきました。こちらの SE はセカンダリーエデュケーションエグザミネーションといって、日本語に直すと中等教育修了試験です。SLC との大きな違いは合格、不合格の判定がなくなったことなんです。そう、今まではもう白か黒、0か100だったわけですよ。落ちた人はもう高校卒業認定試験ダメです。という状態だったんですけども、
合格不合格がなくなったことで、あなたは 30% 取りましたね、40% 取りましたね、みたいな感じで、スコア、センター試験みたいなもんですね。900点満点中の400点でした、500点でした、みたいな感じで使うことができるようになったのが、この SEE になります。でももちろんカレッジに進学するためにはですね、しっかりといい点数を取らないといけないのは事実ですし、将来に関わる非常に大事な試験になるということは、日本と同じようにネパールにもあるんです。そのようなわけで、親や子供はもちろん SEE の結果は学校の名誉にも関わってきますので、10年生の生活は SEE 一色になります。学校の授業だけではなく、歩行を受けたり、塾に通ったりする子がほとんどです。実はネパールの学校は10時とか10時半ぐらいの比較的ちょっと遅めの時間から始まるんですね。しかし10年生になると夜明け前に家を出て朝5時頃から塾や歩行に行き、それから一度家に帰って食事を済ませてまた登校をするみたいな生活もあるみたいなんです。そして学校によっては何ヶ月間も泊まり込みで寮生活で勉強をする、もう勉強合宿みたいな学校もあるみたいです。ちなみになぜネパールの学校の始まる時間が少し遅めなのかって皆さん考えたことはありますでしょうか？これはいろいろな理由が考えられるんですけども、まず家が遠い子が多いとか、まず朝一仕事をしてから学校に来るっていった生徒がたくさんいるからなんです。田舎の方では掃除はもちろんのこと、薪で火を焚くところから始めて、家族全員分のご飯を作るのが子供たちの仕事とされている家もよく見かけます。農作業をしてから学校に行く子たちも多いです。農作業をしなくても良い都会の子たちと比べて、やはりどうしてもこういった仕事をしなければならない、その中で教育を受けていくっていう田舎の子たち、ここに差っていうものが、教育格差っていうものが生まれてきてしまうのではないのかなと私は考えます。さて、ここからは SEE に対する必死さがめちゃめちゃ伝わってくるエピソードを皆さんにご紹介したいと思います。全ての学校の人とは言えないんですけども、先生たちですら賢くカンニングをしろよと教えることもあるみたいなんですね。ある勉強のよくできる真面目な女の子は SEE の会場で席が一番前になるように祈っていたそうです。その理由は周りの友達からねえこの問題教えてなどと話しかけられないため、さすがに一番前の席であれば監視員の目があるから大丈夫だろうと思ったそうです。その彼女、試験中にトイレに行きたくなってしまい、トイレに行って愕然。トイレの床にはカンニングペーパーがぎっしり敷き詰められていたみたいなんです。そのくらいみんな必死ということですよね。SEE に関する覚えの話はこれだけでは終わりません。ネパールの試験は問題用紙と回答用紙が別々で、回答用紙は真っ白な紙です。それで自分が解きたい問題から番号と問題を記入して解いていくことができるのですが、同じ問題の回答を最初と一番最後のところで2回書いたっていうですね、学生がいたみたいなんですね。これはテストの採点とかをしたことがある教育者の方ならわかると思うんですけども、もう毎回同じテストをね、こう丸つけているとめちゃめちゃ疲れるんですよね。なのでここで先ほど言った頭と終わりで同じ問題を書いたっていうことでですね、ここで試験官も最初と最後でまさか同じのを書いてくるとは思ってないと。なので四角い位置が2個あったとしても気づかない。そこでじゃあ2点あげよう2点あげよう合計4点あげようということでですね、そんな点数の取り方があるんじゃないかと信じた学生がいたみたいです。こんな嘘か本当かも分からない武勇伝がですね、学生同士の中で行われるみたいです。中にはもう問題を解かないでですね、自分の自伝というか思い、この試験にかける思いとか夢を書いてですね、もう泣き物狂いで点数をくれと。僕は確かにこの問題は解けない。だけど俺にはこんな夢があるんだ、ネパールをこう変えていきたいみたいでですね、お涙ちょうだいの作文でですね、採点官に点数を求めたっていう例もあったみたいなんですね。こういう武勇伝が広がるっていいですよね。なんか私たちのセンター試験とか、共通テストで考えると、もう大体2に丸つけてれば全部当たるよとかさ、よくあるじゃないですか。古典とか漢文とかだともう問題数も少ないので、これは全部同じのだけ塗れば大体50点分45点取れるよみたいなですね、そういったなんか武勇伝っていうか、もう神様頼みのものとかってありますよね。とにもかくにもそんなわけでですね、思い出の深くなるこの SEE なんですけども、残念ながら結果によっては不幸なこと、自殺を選んでしまう学生も多いみたいなんです。
動画の最初の方で SLC っていうのが SEE の前にあったとお話ししました。こちらでは合格するかしないかだけで、おおよそ 50% の学生が不合格とされていたんです。この制度が改革されたのも、この自殺という社会問題が大きな理由だったと言われています。しかし、合格するか不合格かっていうことに関わらず、点数制だったとしても、いい学校に行けるのか行けないのかっていうのは点数を見れば本人も家族もわかることです。なので、この SEE になってからも自殺という悲しいニュースは後を絶ちません。本当に今の時代というか、目標に向かって生きることってめちゃめちゃ大事だなってすごい思うんですけども、この目標がうまく叶わなかった時に、この大きな挫折感っていうものを人生初めて味わうと思うんですね。せっかくこんな目標に向かって頑張っていた、こんな頑張れるっていう精神があるのにもかかわらず、これをきっかけに寂しいニュースにつながってしまうっていうのは非常に心が悔やまれるなと思います。だからこそここに教育者とか親の役割ってあるんじゃないでしょうか。そしてもちろんこれはネパールだけではなくて、アメリカでもそうですし、カナダでもそうですし、中国でもそうだと思います。そして自殺が一番多い国、ここ日本でも同じことが言えるのではないかなと思います。もちろん目標達成、そして大学に進学するっていうことは一大事で、家族にとっては誇らしいことかもしれません。だけど、それだけで人生が決まることではないですよね。なので、うまくいかなかった時、それでも失敗してしまった時であっても、そういう時こそ先進的なフォローをしてあげるのが、親御さんだったり、教員の役目ではないのかなと思います。ところで、SEE の試験の後なんですけども、実は2ヶ月間のお休み期間があります。結果が出るまではカレッジもう始まらないので、その期間は今までに勉強に打ち込んできた10年生たちにとって羽を伸ばせる自由な時間なんです。家から離れて学校に通っていた子供たちは実家に帰ったり、親戚の家に遊びに行ったり、はたまた習い事をしたり、思い思いに過ごしています。私の仲間の情報によるとですね、ある田舎町の学生たちを二分するめちゃめちゃ人気な習い事っていうのが、パソコン教室と裁縫らしいです。裁縫は少し前までは女の子なら猫も杓子も裁縫というくらい人気のあった習い事ですが、今はパソコン教室に人気を取られている感があります。裁縫を学ぶには街の至るところにある裁縫屋さんに弟子入りしていきます。ネパールではオーダーメイドの民族衣装を作る習慣がありますので、裁縫屋さんがたくさんあるのも普通なんですね。そしてあちらでは足踏みミシンっていうのがめちゃめちゃ主流なんです。この動画を見ている皆さん知ってますかね？昔は特定の民族の人の仕事とされていた裁縫ですが、今は女性のできる仕事として手に職といいますか、人気の技術となっています。パソコン教室もですね、街のあちこちにあります。基本的な仕組みや操作から始まり、ネパール語のタイピングやディプロマコースになると、Photoshop の使い方など様々な技術を教わることができます。いいね、俺も Photoshop 勉強したい。難しい。他にも美容室に弟子入りをしたりとか、各種職人に弟子入りしたりとか、この期間に実用的な習い事をするネパール人学生たちも多いです。実際に仕事を始めてしまう学生たちもいるみたいですよ。カレッジは午前のコースと昼間のコースっていうのがあって、結構時間的にはゆとりがあるんですよ。なので仕事をしながらカレッジに通うみたいなこともあるんですね。なので私も初めてネパールに行ってビラトナガルのある学校でインターンをしていた時もうカレッジ生の方が先生として来ていました。その方はですね、むしろ朝めちゃめちゃ早くに学校が始まっていたみたいですね。5時ぐらいから学校が始まって、9時ぐらいには終わって10時から先生として働いてみたいな生活を送っていました。さて、そんなこんな思い思いで迎える SEE の試験結果の時がやってきました。これね、ネパールっぽくていいなと思うのはですね、試験結果の発表日が正確にわからないっていう時間感覚っていうのがね、結構鈍いですから、鈍いというか日本人が高すぎるっていうのもあるんですけどもね、この時間関係で僕が彼女と何回喧嘩したかと。難しい文化理解。大体この試験発表日も受験生自身すら分かっておらずですね、大体このくらいが結果発表日だよっていうのだけが報告されて、それも2点3点してやっと結果が発表されるみたいなことが起きているみたいです。結果発表はインターネット上で見ることができます。ネパールではですね、いいことがあると甘いお菓子を振る舞う習慣があるんです。振る舞うんですよ。振る舞われるんじゃないですよ。
いいことがあった人がむしろ自分で配っていくっていう。なんかいいですね。人助けというか、なんか応援してくれてありがとうみたいな感じなんですかね。なので私の友達はですね、もう試験を受けるね、こう学生たちに会ったらですね、いい点数どうせ取ったんでしょって、お菓子待ってるわよってね、声をかけるみたいです。そして結果が出るとすぐにカレッジへの申し込みが始まっていきます。実際に結果に納得がいかなかったなっていう生徒はですね、1年待たずとも追試を受けることができるみたいです。こうして10年間の集大成、そして留年を途中でしている人はもっとですね、頑張ってきた成果が SEE として一つに集約されてここで結果として出るわけです。都会に住み2歳、3歳から英才教育を受けてきた子供たちもいれば、田舎に住み学校に通うだけでも大変な中、農業や家事を担いながらも勉強を続けてきた子供たちもいます。10年生を卒業し SEE を受け、その結果も人によって様々ですよね。でもそこまで頑張った子たちにはもう本当に心から拍手を送りたい。頑張ったねって言ってあげたいですね。で、絶対頑張った子たちの先には結果がどうだったであれ、絶対に明るい未来っていうのが広がってるので、そういうのをぜひ僕は、皆さんには伝えていってほしい。なので子供ができた皆さん、もういい言葉たくさんかけてあげてください。学生で僕もあったんですけども、センター試験の人が決まってるじゃないですか。そういう時とかに制服を着て帰ってるね、子供たちとかいるじゃないですか。そういう子にはね、よく頑張ったねって声かけてあげてくれていいと思うんですよ。もっともっとさ、人々が関わるコミュニケーションをとってさ、支え合うさ、国だったらさ、すごいいいと思うんですよ、僕。はい、最後は僕の話がズバズバズバーっと入ってきてしまったんですけども、今回はネパールの10年生が受けるSEE という試験を中心にネパールの学校事情というものを皆さんと探っていきました。SEE がネパールの学生たちにとってどんだけ大切なものかっていうこととか、遠い田舎に住む農作業を手伝わなければならない子たちにとってどれだけ教育を続けることが大変なのか、またそして同じラインでこのテストを受けなきゃいけないっていうことがどれだけ大変なのかっていうのを皆さんには少しでも知っていただけたらなと思います。さて、こうして大事な SEE を無事に終えた学生たち、この先には何が待っているのでしょうか。ネパールの若者たちの描く未来、そんなことも次の動画でお話ししていきたいと思います。今後も皆さんにはネパールのことをもっともっと知っていただくためにたくさんの動画、情報発信をしていきたいと思います。僕の目標はですね、ネパールのことならガイさんの動画見ちゃおうってなることですので、ぜひ今のうちチャンネル登録とコメント欄の方で応援してくださると嬉しいです。また皆さんのですね、試験経験とかですね、その時の思い出とかあったらコメント欄で話し合えると楽しいかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ナマステ。And please subscribe our channel and press like also. Share our video also. Bye.